こんにちは、たきです。アニメ87は人類の夜明けの考察動画です。原作のネタバレあるのでご注意ください。コメント欄に目次もあります。今回の話は、123話島の悪魔をアニメの A パートで描いていました。漫画だと、地ならし直後、この屋根の上でミカサの改装が始まっていたんですが、アニメだとちょっと改変されていて、オディハに向かう船の上での改装でした。そしてこの改装の内容もですね、船の上で周りを見るところから始まっているので、うまくね、船の上というところで繋がっています。そしてミカサの改装からエレンの改装ということで、このアニメの改編良かったんじゃないかなという感じがします。そして2つ目、ミカサが見た少年のエレンなんですが、今回特殊オープニングでランブリングなしでした。で、注目なのは、このアニメオリジナルの追加ですね。ミカサの改装の最初に走る子供の姿描かれていました。これ何かというと、あの丘の木に向かって走るエレンの姿ですよね。34巻の表紙でもあった、あの丘の木に向かって走る少年時代の何でもない一瞬、これを描いているんじゃないかなと。あの頃から変わらずにね、他の人を置いて先に走っていく、進み続けるエレンの姿をミカサは思い出しているのでしょう。そして次、アニメ化での追加描写なんですが、たくさんあるので順番に見ていきます。まず上陸後ですね。調査兵団に関してなんですが、ハンジさんが、これこそが元より我々に課せられた仕事と言えると、調査兵団の壁外調査、海外調査について言っていました。で、このね、ハンジさんを見つめる2人の視線が追加されていたのを気づいたでしょうか。リヴァイ兵長とアルミンですね。で、これはエルヴィンから受け継いだ役割とか、ハンジの姿を見て受け継いでいくね、この15代目の姿とかね、そういった意図があるんじゃないのかなという感じがします。そして2つ目、上陸に関してなんですが、オニャンコポのセリフが追加されていました。ここがマーレ最大の港町らしいです。そしてさらにね、車を追いかける3人組の様子もね、追加されていて、久々のギャグパートだなという感じです。ちびっこギャングのところもね、皆さん期待していた通りしっかりとやってくれました。子供の頃感じたピエロの怖さを思い出すね、このリアルなピエロ、そして君だよっていう言い方がすごいねっとりしててね、ここは本当120点なアニメの演出だったんじゃないかなと思います。そしてアイスを持つミカサもね、原作と比較するとわかるんですが、非常に可愛く描かれていましたね。でさらにこの服装に関しても、白色で帽子もね、ちょっとリボンがついていたり、原作とちょっと、違った描き方をしていました。そしてみんなが待っていたこのラムジー少年ですね。ちょっと中東っぽい印象で、浅黒い肌、そして赤い帽子が印象的です。で、このラムジーがね、スリをするんですけれども、現行犯逮捕したリヴァイ自身が自らラムジーを助けるね、そんなシーンになっていました。原作通りなんですが、これは地下街出身のリヴァイが貧乏な子供の苦しみとか生きる必死さがわかるからこそ、ラムジーを助けたのでしょう。そしてね、みんなで逃げるシーンもあったんですが、おにゃんこぼんも一緒に逃げていましたね。調査兵団についてくるのは元マーレ軍人ということなので、さすがの体力でした。そしてラムジーにね、リヴァイは最後の自分の小遣いも渡していましたね。あと地味にこの小遣い袋の色がね、リヴァイのこの袋はこの色なんですけれども、サシャが持っていたのはこのピンク色で人によって違ったんだなというところもわかります。で注目は何といってもこのラムジーと宴のあたりでしょう。まず清美様の屋敷なんですが、この屋敷のディテールがすごかったですね。昨日進撃のアニメ鑑賞会 YouTube ライブをやったんですが、そこでもいろいろコメントもらいました。例えばこの最初に出ていた屏風に関しては柿つばたずというね、ものらしいです。その他にもね、盆栽が飾ってあったり、ピンク色の服は桜に合わせてなのかなとかね、そういう細かいところも気になりました。あずまびとけ調査兵団の方もね、滝チャンネル視聴者に多いと思うので、ぜひ気づいたことをコメントください。そして宴の前ですね、走り去るラムジーの描写が追加になって、月夜の下で一人涙するエレンの姿がね、切なくも美しいなと感じました。で、場所に関しても微妙にね、この丘の上に、改変されているんですね。テントを見下ろせる位置といいますか、これから自分が踏み潰すね、人々を見下ろしているこのエレンの少し高い場所に変更になっていました。でこのエレンがね、難民たちの暮らしを見ているんですけれども、命の火のようなこの天道の明かりというところも少し考えさせられるなという感じです。さらにはね、さりげなく追加で描かれているんですが、この右足がない男性の姿とかね、難民たちの暮らしの、貧しさ、大変さというのを表しています。そしてラムジー一家のね、精一杯のこのおもてなしの食事も内容は一見豪華なんですけれども、使っているお皿がね、食器が欠けていたり、コップに関しても使い込みが激しかったりね、あるいは欠けていたりして、彼らの暮らしはかなり厳しいんだなということがね、この細かい描写によって伝わってきます。
そしてなんといってもエレンとミカサの例のシーンですね。この二人が向き合うところで背景に明かりが灯るのが切ないなと思いました。俺はお前の何だの表情に関しては本誌から単行本になる時にも書き直されていたこの重要なポイントなんですが、原作とまた違ったね、描き方をアニメではしていました。原作だとちょっと理解不能な、この何考えてるんだエレンという顔でしたが、もう少しアニメだとね、すがるようなね、そんな目つきにも個人的には感じました。そして宴シーンの注目ポイントなんですが、このね、ラムジーの隣の隣にいるの、これハリルじゃないですかね。多分次回出てくると思います。微妙に色が違っていて、モブキャラなのにね、書き分けがされているのが逆にしんどいなと、個人的には気づいて思いました。そして、宴に参加するエレンも辛いですよね。未来を知って彼らを殺すことを決意しながらも、一夜を共にしています。そして、原作だと酔っていなかったんですが、アニメだと明らかに酔っている描写、そしてこのエレンが見つめる先にはね、楽しむ仲間たち、特にミカサとアルミンですよね。仲間たちと過ごした最後の楽しい夜、この後エレンは単独行動して、一人覚悟を決めて進んでいくので、エレンの人生で体験した最後の楽しい夜だったんだろうなというふうに思います。そして3つ目、エレンの回想に関してなんですが、エレンの記憶ですね。原作だとこのように様々なコマが描かれていたんですが、これがアニメだとちょっと減っていましたね。まずこのファルコの姿から始まりました。これ原作通りですね。でこれファルコが手を伸ばした鳥から見たね、姿なのかなと、最終話まで見ると改めて思いますね。そしてレベリオの襲撃シーンが原作にはなかったですが追加されていました。ビリー・タイバーを殺して潜水の巨人を奪うと、そしてサシャの死に悲しむね、コニーの涙も追加されています。そんなエレンは過去にね、いろんな人と会話をしていました。まずこのヒストリアとの会話なんですが、内容は割愛しますが、この演出が良かったですね。背景の鳥がこう動き続けると、エレン・ヒストリアの会話の先にはね、鳥の姿が描かれているというのも、これも最終話まで見るとちょっと示唆的かなと思います。そしてジークとの会話に関しては、ジークがね、一人で壁当て練習をしてるんだなということが分かりました。これね、ジーク寂しいやつだなとも思ったんですが、エレンが怪我をしているから、一人でキャッチボールをせずにボール遊びするしかなかったんだなというところですね。あとは恋愛相談に乗りたいこのお兄ちゃん側は良かったですね。このあたりの会話はちょっと複雑なんですが、原作の時に触れたので割愛します。そして負傷兵エレンの覚悟、ファイナルシーズンパート2の全体的な印象なんですが、被害、痛み、残酷さ、このあたりから目をそらさずにしっかり描くっていうのが、このマッパのね、ファイナルシーズンの一つ特徴かなと思います。で、今回もそんなシーンありましたね。足を切断する痛み、これに耐えながらエレンは進み続けると、巨人の修復能力でね、回復することはできたと思うんですが、痛みに耐えながら足をない状態にする、この意志力というところも注目です。さらには左目を潰すシーンもありました。原作を見ると、覚悟が決まった上で実行しているように個人的には受け取っていたんですけれども、アニメを見るとね、ちょっと表情違いました。痛みに怯えながらも、それでもなおやるしかない、弱い、普通の人間であるエレンの一面が見えて余計に辛かったですね。そして最後、世界連合艦隊 VS エレンなんですが、最後の3分は圧巻のアニメーションでしたね。まずこのタイトルの通り、人類の夜明けのタイミングだと思うんですが、世界の色の鮮やかさがお見事でした。そして開戦後、砲弾のアニメーションもとにかくすごかったんですが、巨人たちがね、やられる描写が追加されたのも、注目です。いけるんじゃないか、巨人倒せるんじゃないかとね、一旦思わせる悪魔の演出だなと、大量の巨人たちのね、攻撃が始まります。巨人水泳の速さも予想以上でしたし、巨人が通るだけでね、この人が死んでいくと、艦長が蒸気で消し飛ぶ姿がアニメで追加されていましたが、こういうね、残酷な描写含めて、地ならしがいかに驚異的なのかというところが伝わりました。そしてね、1話と重なる描き方、鳥肌が立ったのは皆さんここじゃないでしょうか。BGM アタックオンタイタンが流れてね、巨人たちがやってくると、もう人類どうしようもないなというところが、10年前のアニメーションと重なってね、思い出してしまいます。そして一期の巨人だっていうね、ベルトルト巨人を指さして言うこのセリフが進撃の巨人だに変わっているところも一期と重なっていますし、エレンの駆逐してやるという言葉もですね、巨人を引き連れて逆の立場からエレンを発しているというね。ぜひ今回の話とアニメシーズン1の1話見比べてみてください。で、エレンの巨人の大きさもね、漫画よりもアニメの方がより伝わりやすかったかなと思います。世界連合艦隊が叶わない地ならし巨人、これよりもさらに大きいのがこのエレン巨人ですね。これを見たらさすがに絶望してしまいますね。
そして一期の最初、その日人類は思い出した鳥かごの中に囚われていた屈辱をと言っていたんですが、このエレンの姿はね、むしろ鳥かごに囚われて吊るされたような姿ですよね。それでもなおエレンは進んでいくと、地ならしを進めていくと、そういう話になっていました。ということで以上になります。前回の動画でも話したんですが、次回の放送は2023年となっています。半年以上先のアニメの放送になります。滝チャンネルは前回半年ほど YouTube 投稿をお休みしていたんですが、今回は休まないように頑張りたいなと思っています。コメントいただければ励みになるので、ぜひ応援よろしくお願いします。以上、滝でした。それではまた。